いろいろな方を見ておって思うんですけども、悪口って本当に良くないことだなと思うんですね。私たちの生きている世界というのは、決して真実や正しさを容易に受け入れてくれるわけではないんですね。はい、皆様こんにちは。法華経の話第61回です。前回から法師本第10の内容をお話ししています。法師本第10ですね。前半14本のこの釈問の中で、法華経をどのように広めていくか、どのような覚悟が必要かということについて説かれていくのが、この法師本からの内容になっていきます。前回はその中で法華経の修行として、五種法師という5種類の修行方法と10種類の供養が示される部分についてお話をしました。5種の修行は、従事、読受、下説、書写というその修行方法でございました。この5種の修行は、こんなことを言っては失礼かもしれませんが、割と普通の修行方法なんですね。ものすごく難しいことをしなさいというわけではありませんでした。しかし、私たち人間にとって普通のことを普通に行うことほど、実は難しいことはないのではないかなと思います。一見簡単なことのようでも丁寧に行うというのはとても難しいわけですね。以前お寺に参詣されている方の中で、とても挨拶が丁寧な方がいらっしゃいました。どんなに急いでいる時もちゃんと立ち止まって頭を下げて、そして挨拶をされるんですね。そうすると挨拶をされた方も適当には挨拶ができないということで、挨拶をされた方もちゃんと挨拶をするようになるわけです。これはすごいことだなと思っておりました。挨拶なんて言葉を発して頭を下げるというような、そういう簡単なことのように感じますが、それをでは実際に丁寧に行うとなると、それはとても難しいことだというふうに思うんですね。ついつい何かしながらとか、気持ちがあっちに行ったまま挨拶をしてしまうようなことがあったりするわけです。その方のことを思い出しては、挨拶は丁寧にしていかなければいけないなというふうに反省をするわけですね。ですから、五種の修行が簡単なことを指し示しているようでも、実はそれを丁寧に行う、本気で行う、真剣に行うという意味では、大変難しい修行方法であるということも分かってくるのではないかなと思います。さて、五種法師と十種の供養に続いて、釈尊は法華経を行ずる者を供養することの大切さを示されたわけです。これは法華経を行じようとする人を大切にしなさいという、そういう意味ですね。もし一行の中において常に不全の心を抱いて、色をなして仏をそしらん者は無料の重罪を得んと。もしも一行もの長い間に常に良くない心を持って顔色を変えて仏を誹謗すれば、計り知れない重罪を受けるであろうと。こう仰せなんですね。一行というのはとてつもなく長い時間のことです。その長い時間、もし仏様を誹謗するようなことがあれば、それは大変重い罪を受けるであろうと釈尊は示されるんですね。それはそうですね。せっかく主情を救済しようとしてくれる存在に対して、それを誹謗するようなことをすれば、それは非常によろしくないことなわけです。ところがさらに次のように仰せになられるんですね。それこの法華経を読受し保つことをあらん者に、主有も悪言を加えんは、その罪また彼に過ぎんと。しかし、法華経を読受し信受する者がいて、その人にほんの少しでも悪口を加えたりすれば、その罪はそれよりも重いと。法華経を行ずる人に対して、ほんの少しでも、主有とはほんの少しですね。ほんの少しの時間でも悪口を言うようなことがあれば、その罪は先ほどの一行というとてつも長い期間仏様のことを誹謗するその罪よりも重いというわけですね。そしてさらに、ある人が一行という長い間仏様を供養したとしよう。その人は大変な功徳を得ることができるであろう。しかし、法華経を従事する人を供養すれば、その得られる功徳は先ほどの
一向の長い間仏様を供養して得られる功徳よりも勝るんだと。こう仰せなんですね。仏様を大変長い期間誹謗して得る罪よりも、法華経の行者を悪苦する、少しの時間でも悪苦する罪の方が重いんだと。また、仏様を一向という長い間供養して得られる功徳よりも、法華経の行者を少しでも供養する、そのことによって得られる功徳は、それよりも大きいんだと。こう仰せなんですね。ちょっと聞くと驚くような仏様の説示ですね。法華経を行ずることはそんなにすごいことなのかと思われるかもしれませんが、仏様からすれば、法華経は仏様自身にとっての真実の教えだったわけですね。その真実の教えを主上が行じてくれることは仏様にとっての本望なんです。ですから、法華経を行ずる者に対する供養から得られる功徳と、仏様に対してする供養から得られる功徳は勝るとも劣らないというのは仏様にとってごく自然なことなんですね。一方で、その仏様の本望である法華経を行ずる者を阻害するような行為をする。法華経を行ずる人に対して悪を言うようなことをすれば、仏様からすれば自分を誹謗するようなその罪と同じなんだと。いや、もっとそれ以上にこれは大変なことなんだっていうことを釈尊としては、仏様としては示していかなければいけないわけですね。悪口ぐらいで何をそんなに大げさかっていうふうに思われるかもしれません。でも、いろいろな方を見ておって思うんですけども、悪口って本当に良くないことだなと思うんですね。確かに悪口っていうのは話が盛り上がるし、人によっては三度の飯よりもっていう方もいらっしゃいます。しかし悪口は自分も他人も汚すし、また傷つけてしまうんですね。仏教では悪口はいけないと様々なところで説かれていきます。なぜかというと、悪口というのは必ず自分に返ってくるんですね。悪口を言った相手には届かないであろうと思って、そういう人は悪口を言うんでしょうけども、そういう言葉というのは風より速いし光より速い。必ずと言っていいほど相手に届き、また帰って自分に戻ってくるわけですね。また悪口というのはやっぱり汚い言葉なんですね。汚い言葉を使っていると自分が汚い言葉に染められて汚い心になってしまいます。白い布に色を落とせばその色に染まるのと同じですね。どんなに防ごうと思っても汚い言葉を発していればいずれ心も汚れてしまうわけです。ですから悪口はいけないわけですね。もちろん批判と悪口は違います。根拠があって物事を正そうとして批判することは決して悪いことではありません。しかし、妬みやそねみ、自分の好き嫌いで悪口を言うようなことをしていれば、大体これくらい大したことではないであろうってみんな思うんですけども、やっぱり悪口は他人も自分も傷つけ、また怪我してしまうことになるわけですね。さて、ここでは法華経の行者と仏様を対比して、その法華経を行じようとする人に対して阻害するようなことをすれば、それは大変に罪が重いことである。逆に、法華経を行じようとする人を大切にし、供養することをすれば、そこから得られる功徳というのは大変なものがあるんですよということが示されたわけですね。続いて、釈尊は法華経が真の教えであることを今一度確認されます。薬王よ、今何時に次ぐ。我が説くところの諸経あり、しかもこの経の中において、法華が最も第一なりと。薬王よ、今そなたに告げる。私は多くの経を説いてきたが、その中で法華経が最第一の教えであるというんですね。これは最第一と言われる、その経文でございます。そして、法華経の位置を確認されるんですね。我が説くところの経典は無料千万の国して、すでに時、今時、まさに説かん。しかもその中において、この法華経は最もこれ難信難解なりと。そう示されるわけです。このすでには、このように書きますし、まさには、このように書くんですね。で、これを、
異説、根説、当説といって、異根当の3説とも言います。ちょっと専門的な話になりますが、古来よりこの異説というのは、法華経に至るまでの二禅の諸経、そして根説は無量義経、法華経の開経ですね、でありました無量義経です。そして当説は涅槃経を指すとされます。で、この法華経はこの三説、異根当の三説ですね。二禅の諸経、無量義経、涅槃経を超越した真実の教えであると。こう示されている。何真何下とありましたけども、それはそれだけ教えが真実であることが示されているということになるんですね。で、さらに、釈尊は次のように仰せなんです。薬王菩薩よ、この経は多くの仏が秘密にする寛容の法蔵である。それゆえ、容易に人に教えてはならない。分け与えてはならない。多くの仏たちが守護されてきたものであり、昔からずっとはっきりとは説かれなかった教えであると言うんですね。これは法華経という教えがとても真実の大事なものであるから、決して軽く人に伝えることができるようなものではないんですよということが示されるんですね。しかもこの法華経に対して仏の在世中でさえ恨みや妬みが多い。ましてや仏が入滅した後は言うまでもないと、こう仰せです。これは如来の現在すらなお恩質をし、言わんや滅度の後親というお経文です。法華経を説くことは、仏様がいらっしゃる現在ですね。いらっしゃる時でも大変な妬みやそねみを受ける。まして仏様がいなくなってしまったら、とても大変な妬みやそねみを受けることになるであろうと。このように聞きますと、安心を得るために安穏でいたいから法華経を信じようと思っていたのに、そんな大変になることになるんであったら嫌だなと、そう思われるかもしれないですね。ただ、実際は安心や安穏というのはなかなか得ることは難しいものだということを、皆さんもよく感じられるというふうに思います。私たちの生きている世界というのは決して真実や正しさを容易に受け入れてくれるわけではないんですね。それは真実や正しさは人間にとってめんどくさかったり、鬱陶しかったり、不利益なものであることが多いからですね。例えば、めんどくさい。私たちは心身ともに病気にならないようにするためには、日頃から自分の体や心のことを気をつけていくことが一番良いわけです。それはみんなわかってるんですね。でも、めんどくさいんです。毎日歩くのは嫌だ。毎日手を合わせて心を整えていくのはめんどくさい。だから、日頃から気をつけていくようなことはしません。お医者さんたちが日頃から気をつけなさいよと言ってくれたとしても、私たちはなかなか聞く耳を持たないんですね。そのくせ病気になったら、なんでこんなことになったと騒ぎ立てるんですから困ったもんだなと思います。ハードルの元選手である為末さんが動画の中でこんなことをおっしゃってました。あるお医者さんとご一緒することがあったと。そのお医者さんは日頃から適度な運動をして心身を整えていきましょうということを、これを昔から言ってきたそうなんですね。しかしみんななかなか聞く耳を持ってくれなかったと。ちょうどその頃、ポケモン GO が流行り始めたと。それまで運動しなかったような老若男女がみんな外に出て歩き始めたというんですね。で、そのお医者さんは悔しい、負けたっていうんですよね。それが正しさは楽しさに負けたと。こんなエピソードを語っておられました。動画のリンクを概要欄に貼ってありますので、もしよかったらそちらもご覧ください。この場合、結果的に歩くようになったんですから良かったということになると思いますけど、このお医者さんの正しさは楽しさに負けたというこの言葉は結構重たいものだなというふうに感じました。人間はめんどくさいっていうことがあると、真実や正しさというものから目を背けてしまうんですね。次に、鬱陶しいっていうことがあります。真実や正しさに気づいた人は、それを何とか人に伝えようと思うわけですね。その時、周囲の人間は
なんだ、あいつはいい子ちゃんぶりやがって、なんていうことを割と言うわけです。しかも、こういうのは子供が言うことだというふうに思われるかもしれませんが、皆さんよくご存知の通り、大人の方がよっぽどそういうことをするんですね。よく偽善なんてことを言いますが、じゃあ善と偽善の境目なんてあるのかと。善と偽善にこの境目なんてあるのかなというふうに思ったりするんですね。他人のためにやっているけど自分のためだと。他人のためにやっていることが自分の生きがいだ。そういうようなことを思ったりすると、他人のため、自分のため、善、偽善、境目なんてそもそもあるのかなというふうに思います。善行、良い行いをしようとする人に対して周りの人は自分ができないことを棚に上げて足を引っ張ろうとする。そういうことを人間というのはしてしまうわけですね。補足です。世の中に偽善がないというわけではありません。確かに明らかに善を偽った行為があることは間違いないと思っています。ただし、良い行いというものが全く見返りを求めない無心のものでなければならないとなったときに、私たちがそのようなことを行えるかといえば、それは限りなく難しいことではないかなと思うのです。まして他人がある人の善行を軽々しくそれが偽善だというふうに否定するようなことは、それは良くないことではないかなと思います。それから不利益というものがあります。今までやっていたことが実は正しいことではなかったと気づいたとします。気づいたからには変えないといけない。しかしそれを変化させると不利益を生み出してしまう。こういう時人間は平気でその気づいた真実や正しさを見なかったことにするわけですね。例えば何かを製造していたとします。その製造する過程で実はとても自然に対して良くないものを作り出していたということに気づいたとする。そこを変化させなきゃいけない。自然を汚してはいけない、怪我してはいけないということがありますから変化させなきゃいけない。その時に一時的にでも不利益が生み出されてしまうということを思った時になかなかそこの改善をしようと人間は行動をしないんですね。結局その不利益がさらなる不利益、さらなる大きな不利益を生み出すことも分かっているのにそういうことをするんですね。このように真実や正しさを阻害する要因っていうのは考えてみると枚挙にいとまがないんですね。先に安心を得るのは難しいと言いました。これもよく考えてみるとわかるんですが、自分だけが安心でいようと思っても、私たちは世界と共にありますから、その世界からの影響を互いに受け合って生きているわけですね。そうすると、自分だけが安心だというわけにはいきませんし、本当に安心を得ようと思うなら他者、世界に向けての安心を思っていかなければいけないわけです。しかし他者はそういう声に耳を傾けてくれるわけではないんですね。安心を得るための真実や正しさに耳を傾けてくれるわけではありません。傾けないどころか、先ほど釈尊が指摘してくれたように、妬みやそねみ、温室を持ってこちらに向かってくることだってあるわけですね。ですから釈尊も如来の現在すらなお温室をし、言わんや滅度の後をやというこの教えを示されたわけですね。仏様が説かれた仮の教えに執着する人にとっては、法華経は不都合な教えになりかねないわけです。だから法華経を行じようと思えば、妬みやそねみを受けることもあるだろうし、そういうことに負けないで法華経を信じ、行じてくださいと、こう釈尊は励ましてくださっているわけですね。この真実や正しさ、安心、そういった話というのは、ちょっと話し出すとキリがなくなってしまいます。いろいろ思うところはありますが、今回はこれくらいにしておきます。今回は怖い話が少し多くなってしまったようで申し訳ございません。ただ、法華経では現在の社会や人間の本質に向き合って教えをどう行じるべきか説かれていきますので、時に自分たちの痛いところをまっすぐについてくることもあるわけですね。私たちはそれをこの法華経を読みながら謙虚に受け止めていくことが大事なんではないかなと感じています。
次回は法師本の光源静寂の例えと座室の3期についてお話をしていきたいと思います。では本日はこれまでです。ご清聴いただき誠にありがとうございました。それではまた。さようなら。